こんにちは、カズマサのチャンネルへようこそ。こんにちは。いきなりだが、今日はモルドバへ飛ぶぜ。モルドバって、どこだっけ？モルドバ共和国は、南東ヨーロッパにある内陸国だぜ。場所は黒海に近い。黒海、じゃあロシアの隣って感じ？ちょっと違うんだ。確かに旧ソ連の国なんだが、すぐ東側にあるのはウクライナなんだぜ。ああ、なるほど、モルドバの東側にウクライナがあるのね。ロシアはその向こう側だものね。一方、西側はルーマニアだ。モルドバは多民族国家なんだが、民族的にはこのルーマニアに近い。複雑だね。東にウクライナ、西にルーマニア、そういう、間の位置にある国なのね。地政学的にも、大国ロシアと EU、ヨーロッパ連合との間の位置にある。この地理関係を覚えておいてくれ。わかったわ。でも今日はどうしてモルドバを取り上げるの？ウクライナの隣だから？ロシア・ウクライナ戦争の影響も口述するが、このモルドバという国は、戦争のずっと前からヨーロッパ最貧国と言われているんだ。何十年もだよ。ヨーロッパ最貧国って、なんだかすごく不名誉なレッテルだね。少しこのグラフを見てくれ。2023年の一人当たり GDP データから、いくつか抜粋してみた。まず一番上が EU の平均。ここが3万5000ドル程度だ。3万5000ドル。確か、日本もそれくらいじゃなかったっけ？そうなんだ。EU 平均の一人当たり GDP は日本に近い。一方、グラフを下の方から見てくれ。2番目にモルドバがある。一人当たり GDP が3700ドルぐらい。3700ドルは少ないね。EU 平均の10分の1ぐらいだよ。旧ソ連諸国の中でもとりわけ少ない。世界全体で考えると、中所得国平均と低所得国平均の間にある。この水準というのは、アジアで言えば、前回動画にしたフィリピンと同じぐらいなんだ。なるほど、わかってきたわ。フィリピンと同じ。モルドバ経済は、中所得国の中にあって、置いていかれている状態なのね。その通りだ。今日はその内情を分析していこう。了解よ。それじゃ、ゆっくりしていってね。ねえねえ、最初にモルドバの国内経済の話をして。わかったぜ。いろいろあるんだが、ポイントを2つに絞ろう。1つ目は農業だぜ。農業がモルドバ経済の大きな柱なんだけど、うまく機能してない部分があるんだ。農業が柱？規模が大きいの？ 2023年の FAO、国連食糧農業機関の報告によると、農業はモルドバ GDP の約14% を占めてるんだ。GDP の 14% って、結構大きいね。そうなんだぜ。さらに、労働力の 30% を雇用してる。つまり、働く人の約3分の1が農業に関わってるんだ。30% も？すごい割合だね。でも、うまく機能していないってどういうこと？シェアは大きいんだが、生産性が低いのが問題なんだ。生産性が低いって、どういうこと？ 1 ヘクタールあたりの収穫量が、ヨーロッパ平均より 40% 程度少ないという報告がある。40% も少ないね。そうなんだ。この生産性のギャップが、モルドバを苦しめている。なんでそんなに生産性が低いの？いくつか理由がある。まず、ソ連時代から引き継いだ農業構造が問題なんだ。ソ連時代？どういう構造なの？ソ連の政策で農地が細かく分割されてて、1区画あたり平均 2.5 ヘクタール未満なんだ。2.5 ヘクタール未満って、小さいの？小さいぜ。大規模な商業農業には向かないサイズなんだ。商業農業って何？大量生産して市場で売るための農業だよ。でも、土地が細かすぎると、大きな機械を入れるのも難しいし、効率が上がらない。なるほど。じゃあ、手作業が多いってこと？その通り。機械化が進まなくて、手作業に頼らざるを得ないんだ。これが生産性を下げてる一因なんだぜ。ソ連の遺産がそんな影響を与えてるんだね。他にも理由があるよ。気候変動に非常に弱いんだ。気候変動って、具体的には何が起きてるの？ 2020年から2022年にかけての干ばつがいい例だよ。モルドバ農業省の報告だと、この干ばつで農業生産が 30% 減っちゃったんだ。30% も減ったの？もともと生産性が低いのに、さらに減っちゃうんだね。その結果、年間3億ドルの損失が出たって報告されてる。3億ドル？大変な金額だね。そうなんだ。この気候のショックは、短期的な生産減少だけじゃなくて、投資も減らしちゃうから、悪循環になってるんだぜ。投資が減るって、どういうこと？干ばつで儲からないとなると、農家や企業が新しい設備や技術に投資するのをためらうだろ。それでさらに生産性が上がらないんだ。なるほど、負のスパイラルだね。
主力産業でこの悪循環を断たないと、貧困脱出は難しい。そうだね。国内経済の2つ目のポイントは何？人口の問題が極めて大きいんだぜ。モルドバは独立以来、ヨーロッパで最も大きな人口減少を経験してる国の一つなんだ。どれくらい減ってるの？2023年のモルドバ国立統計局のデータによると、1991年の約430万人から2023年には260万人に減ってる。430万から260万？何%減ったの？約 40% の人口減少だぜ。40%？ そんなに減ってるの？他の国と比べると、その大きさがわかるよ。隣のルーマニアは同じ期間で約 15% の減少だ。15% か。モルドバの 40% と比べると少ないね。ラトビアは約 25%、リトアニアは約 23% の減少だぜ。モルドバの 40% は飛び抜けてるんだ。確かに、40% はすごい数字だね。なんでこんなに減ってるの？主な理由は移民だよ。国際移住機関、IOM の2023年の推計だと、80万人から100万人のモルドバ人が外国に住んでる。80万から100万？今の人口と比べてどれくらいなの？現在の居住人口の約3分の1に当たるんだ。3分の1が外国って、すごいね。それって経済にどんな影響があるの？大きな影響があるよ。特に頭脳流出が深刻なんだ。そうか。均等に外国に移住するわけじゃないんだよね。2022年のモルドバ経済研究アカデミーの調査によると、移民の約 56% が高学歴者なんだ。56% が高学歴？国内と比べてどうなの？国内の人口だと高学歴者は 28% しかいないから、移民の方が割合が高いんだぜ。優秀な人がどんどん出ていっちゃうんだね。特に医療分野が大変だ。モルドバ保健省の2023年のデータだと、独立以来、医療従事者の約 40% が流出してる。40% も医療従事者が減ってるの？教育分野も同じだよ。特に農村部で教師不足が深刻になってる。教師も足りないのは辛いね。経済発展に影響しそうだよ。その通り。これが公共サービスや経済の成長を弱めてるんだぜ。もちろん経済の多様化が遅れていく。経済の多様化って何？それがうまくいってないの？モルドバの経済は農業に頼りすぎてて、他の分野への多様化が進んでないんだ。どういうこと？例えば、製造業は GDP の 13% しか占めてない。2023年のモルドバ国立銀行のデータだよ。13% か。少ないの？ポーランドだと製造業が GDP の 23% なんだ。23% と 13% じゃ、だいぶ違うね。それに、輸出品も低付加価値のものに集中してる。例えば、ひまわりの種とかワインだよ。低付加価値って、どういう意味？簡単に言うと、儲かりにくいものだよ。加工度が低くて、価値をあまりつけられないんだ。なるほど。それだと経済が弱いまま？そうなんだ。この多様性の欠如は、農業市場が変動するとすぐ影響を受けるし、成長や回復力も制限されるんだぜ。他の国はどうしてるの？同じく旧ソ連の国、ジョージアを見てみよう。1991年から2023年の間に、農業の GDP に占める割合を 25% から 8% に減らした。世界銀行のデータだ。25% から 8%？ どうやって減らしたの？観光業や製造業を発展させたんだ。モルドバは農業の割合があまり変わってないから、差が大きいよ。ジョージアはうまくやったんだね。アルバニアも似たような例だ。2004年には GDP の 15.8% だった外国からの送金を、2023年には 8.5% に減らした。そして、一人当たり GDP、国内総生産が7100ドルになった。こいつも世界銀行のデータから読める。7100ドルか。モルドバも多様化しないとだね。でもさ、外国からの送金に依存するってどういうこと？諸刃の剣という表現が出てくる。モルドバ国立銀行のデータによれば、2023年には年間21億ドル、GDP の 25% が送金なんだ。25% も？すごいね。世界銀行の推計だと、送金がなかったら貧困率が今の2倍になるって言われてる。2倍？そりゃそうだよね。送金がなかったらもっと貧しくなる。でも、問題があるのよね。送金依存ということは、国内産業が発展していないということだ。つまり、外国からの送金で輸入品を買って暮らしている。そうか。お金を外国から送ってもらって、それで輸入品を買うんだね。外国で働いて、外国に支払う。これでは国内産業が発展せず、悪循環が発生する。労働者の統計もあるの？ IOM、国際移住機関の推計だと、労働年齢人口の 25%、
つまり60万人が外国にいる。25% が外国？当然、国内の労働力参加率が低くなるんだ。2023年のモルドバの労働力参加率は 42.3% で、EU 平均の 73.1% と比べるとかなり低い。こいつはユーロスタット分析だ。42.3% と 73.1% か。差がすごいね。働くパワーが国内経済につながらない。送金の使い道はどうなの？そこがポイントだ。国連開発計画、UNDP の2022年の報告だと、送金の 70% 以上が家計の消費に使われてる。70% が消費？投資には回らないの？生産的な投資に回るのは少ないんだ。他の国の例でいくと、コソボだと送金の 20% が国内中小企業に投資されている。モルドバも送金が国内産業の発展に回ると、可能性が出る。フィリピンの動画でもやったけど、外国からの送金のほとんどが、消費に回っていることが大きなテーマなのね。さらにその消費が輸入品に回ると、結局お金が国内に残らないからね。長期的な発展や構造改革を進める力が弱くなっちゃうんだぜ。改善の可能性はあるの？現在の様子を見ると、急激な改善は難しそうだ。しかし、東ヨーロッパの現代史は改革の繰り返しだ。成功例もある。モルドバも他国を参考にきっと改革していくよ。注目していよう。ねえねえ、次はモルドバの国内政治について教えてくれる？ああ、いいぜ。こちらも2つのポイントを話そう。1つ目はトランスニストリア地域の問題だぜ。トランスニストリアって、どこにあるの？トランスニストリアはモルドバの東部、ドニエストル川の東岸に位置する細長い地域だ。ウクライナとの国境に接している。実は、事実上の分離独立状態にあるんだぜ。事実上の分離独立状態って、どういうこと？国際的にはモルドバの一部と認められているけど、実際には独自の政府や軍隊、通貨を持っていて、モルドバ政府の支配下にはない。規模もかなり大きい。モルドバの国際的に認められた領土の約11% を占めていて、紛争前の人口の約17% が住んでいる。11% の領土と17% の人口か。結構大きいね。でも、どうしてそんな状況になったの？歴史を紐解いていこう。17世紀の終わり頃から、国会の制海権をめぐって、ロシアとトルコ当時のオスマン帝国は長い戦争を繰り広げていた。ロシアという国はずっと南下政策をやっているわけだ。18世紀の終わり、トランスニストリアはロシア帝国の支配下に入ることになった。その結果、この地域にロシア人やウクライナ人が大勢入植し、開発が進んでいく。なるほど。ロシア帝国が大きくなって、トランスニストリアにロシア人やウクライナ人が大勢入植したのね。そのまま、何世紀も経った。1917年にロシア帝国が倒れ、ソビエトの時代に入る。ここからが少し複雑だ。まず、1924年に、現在のトランスニストリア地域を含むモルダビア自治共和国が設立された。その後、1940年にソ連がルーマニアからベッサラビア現在のモルドバを併合した。このベッサラビアとトランスニストリアが統合され、モルダビアソビエト社会主義共和国が生まれる。トランスニストリアは、ここからモルドバの枠組みに組み込まれる形になった。なるほど。ソ連の中でももともと別の場所だったのね。その後、統合して、現在のモルドバの原型ができた。そうなんだ。結果的に民族構成が複雑だ。ラテン系のモルドバ人が多数派のモルドバと、スラブ系のロシア人やウクライナ人が過半数を占めるトランスニストリアが、同じ国に併存する形になった。だからモルドバは、ラテン系とスラブ系が混在するのね。文化や言語が違うわけだわ。1990年代初頭、ソ連が崩壊してモルドバが独立を宣言すると、トランスニストリアは反発した。1992年にはモルドバとの間で戦争が勃発した。分離独立を主張したんだ。現在はもちろん停戦が成立しているんだけど、トランスニストリアは独自の政府、軍隊、通貨を持つ。ただし、国際的には未承認国家だ。未承認国家って、世界が国家として認めていないってこと？そうなんだ。そこで事実上の分離独立という言い方がされている。なるほど。停戦が成立しているって言ったけど、安全保障の面はどうなってるの？トランスニストリアは、様々な面でロシアの支援を受けている。特に、OSCE モルドバミッションの2023年の報告によれば、約1500人のロシア軍が駐留しているんだ。それがトランスニストリアの事実上の独立を支えている。1500人のロシア軍か。結構な数だね。それに、なんだか弾薬庫の話も聞いたことがあるんだけど。ああ、コバスナ弾薬庫のことだな。
OSCE の2022年のデータによれば、そこにはソ連時代の兵器が2万2000トンも保管されているんだ。これは安全保障上の大きな問題になっている。2万2000トンって、ものすごい量だね。そうだな。しかも、その弾薬庫はトランスニストリアが管理しているから、モルドバ政府にとっては頭の痛い問題だよ。経済的な面ではどうなの？トランスニストリアはモルドバの経済にどんな影響を与えているの？ソ連時代は、どちらもモルダビアソビエト社会主義共和国だ。ところが、工業投資がトランスニストリア地域に集中した。結果的に、モルドバ全体の工業生産のかなりの部分、おそらく40%から60%がこの地域にある。40から60%も。それはすごいね。そうなんだ。農業中心のモルドバにあって、この工業地帯が事実上、分離独立状態になっているのは痛い。他にも経済的なつながりはあるの？モルドバの電力の約80%は、トランスニストリアが管理するクジュルガンガス火力発電所から供給されている。80% という比率は、最近変動もありそうなんだが、極めて重要な発電所だ。大変じゃない。電力が分離独立を主張している地域から来るのね。トランスニストリアとの関係が悪化すると、電力供給にも影響が出る可能性があるんだ。大問題だね。トランスニストリア問題がモルドバの暮らしに大きく関わっている理由が分かったよ。国内政治の二つ目の大きなポイントは何なの？政治的に不安定なんだよ。どういうこと？モルドバでは政治的なリーダーシップが安定していないんだ。過去30年間で、20回以上、首相の交代が起きている。30年で20回って、すごい頻度で首相が変わっているね。そうなんだ。政策の一貫性や長期的な計画の実行が難しい。このチャンネルはいつも貧困と汚職の関係を気にしてるけど、モルドバにも汚職はあるの？ああ、あるぜ。汚職はモルドバの大きな問題だ。近年対策を進めているんだが、モルドバの企業は、その半数以上が汚職を大きな障害として認識している。そりゃ汚職が多いと企業の事業展開が難しいものね。具体的な事例はあるの？ 2014年に起きた正規の窃盗は悪名高い事件だ。不正融資を通じて3つの銀行からおよそ10億ドルが盗まれたんだ。当時のモルドバ GDP の 12% に相当する額だよ。GDP の 12% 相当も、銀行から盗まれたの？銀行が信用できないじゃない。教育予算と医療予算を合わせた額に相当するという報告もある。もちろん、これだけの金額が国外に逃げたわけだから、政府関係者も無縁ではない。犯人は捕まったの？難しい。大勢関わっているはずなんだが、モルドバ汚職対策検察庁のデータによれば、これまでに有罪判決が出たのは2件のみだ。2件だけ？それじゃあ、ほとんどの犯人が逃げ切っているってこと？そういうことだ。汚職が蔓延している上に、司法が機能していないんだぜ。貧困問題を研究していると、よくこの司法の弱さにたどり着くね。そうだね。制度資本という言葉がある。国の資本といえば、物的資本や知的資本が有名だが、司法のような制度資本も、極めて重要な国の財産なんだ。一朝一夕には充実しない。この制度資本が弱いと、経済発展に大きなブレーキがかかる。具体的に見てみよう。ワールドジャスティスプロジェクトの2022年のデータによれば、裁判所が1年以内に解決する生じ紛争はわずか 40% しかない。これが外国投資家の投資意欲を削いでいるんだ。40% しか解決しないの？それでは、投資家も不安になるよね。経済発展に重要な、FDI 外国直接投資のデータを見てみよう。モルドバ国立銀行によれば、モルドバへの FDI 流入は、2016年から2023年まで平均して GDP のわずか 2.7% だった。2.7% か。海外からの投資が少ないのね。同時期のルーマニアでは 4.5%、エストニアでは 5.8% だ。モルドバは明らかに低いんだぜ。なるほど、政治的に不安定だとそうなるよね。トランスニストリア問題と政治的不安定。この二つは、モルドバがヨーロッパの最貧国から抜け出せない大きな要因だよ。でも、モルドバ政府はこの問題を解決しようとしているの？もちろん、モルドバ政府はトランスニストリア問題の解決を目指しているし、政治改革や汚職対策も進めている。でも、歴史的な背景や国際的な力学が絡んでいて、簡単には解決しないんだぜ。国際的な力学って、例えばロシアの影響とか？そうなんだ。事象は国内問題ではなくて、モルドバの国際関係を見ていこう。ねえねえ、モルドバの国際関係って、今どんな感じなの？この章も2つのテーマに絞ってみよう。貿易と戦争だぜ。まずは貿易の話から。
特にエネルギー関係が大きいんだぜ。エネルギー関係？どういうこと？エネルギーを輸入に頼ってるって話？おう、その通りだぜ。しかも、かなりの割合だ。2021年の IEA のデータによれば、モルドバは総エネルギー供給の約 90% を輸入に頼ってるんだ。ほとんど自国で作れなくて、海外から持ってくるしかない状況なんだぜ。90%？ そんなに輸入ばっかりなの？すごい数字だね。特に天然ガスは歴史的にロシアからたくさん輸入してたんだ。近年、その依存を減らすべく動いている。しかし、エネルギー安全保障には弱さが残ってるんだぜ。エネルギー安全保障って何？詳しく教えて。エネルギー安全保障っていうのは、国が必要なエネルギーを安定して手に入れられるかどうかってことだよ。モルドバみたいに輸入に頼りすぎてると、供給が止まったり値段が跳ね上がったりするとすぐ困るんだぜ。具体的に、何か困ったことがあったの？あった。2021年後半にエネルギー危機が起きた時、すごい大変だったんだぜ。欧州市場でガスの値段が上がって、ロシアのガスプロムっていう会社との交渉もうまくいかなくてさ。ガスプロムって何？ガスプロムはロシアの巨大な天然ガス会社だよ。モルドバはそこからガスを買ってたんだけど、その時の交渉が難航したんだ。で、IMF の報告によると、モルドバの天然ガス輸入価格が約4倍に跳ね上がったんだぜ。4倍？天然ガスの値段が、そんなに急に上がったの？それって経済にどんな影響があったの？急に4倍になったから、モルドバの経済は大打撃を受けたんだ。エネルギーって生活や産業の基本だから、値段が上がると物価も上がって、生活が苦しくなるんだぜ。そっか、エネルギーが高いと全部に影響するんだね。他にも何か問題あるの？エネルギー効率も課題なんだ。2021年の世界銀行のデータによると、モルドバの一次エネルギー強度は 5.3MJ2017ppp/GDP なんだ。これは EU 平均の約 1.65 倍なんだぜ。一次エネルギー強度って何？ MJ とか PPP とかわかんないよ。わかりやすくして。説明するぜ。一次エネルギー強度っていうのは、GDP、つまり国の経済活動1ドルを生み出すのに、どれだけエネルギーを使ってるかを示す数字だよ。MJ はメガジュールでエネルギーの単位だ。PPP は購買力平価って意味で、お金の価値を国ごとに調整したものだ。簡単に言えば、エネルギーと国の経済の関係を数値化したものだよ。EU より 1.65 倍大きいってことは、エネルギー効率が悪いってこと？その通りだよ。効率が悪いから、同じ経済成果を出すのに 1.65 倍のエネルギーを使っちゃうんだ。ヨーロッパの中でも、モルドバはエネルギー効率が非常に低い国の一つなんだぜ。それでなくても輸入がプレッシャーなのに。ソ連が解体した時に独立した、他の国々は、今どうしてるの？例えばリトアニアを見てみよう。リトアニアも昔はロシアのエネルギーに頼ってたけど、クライペダっていう場所に LNG ターミナルを作って、エネルギー源を多様化したんだ。最終的に、ロシアからの天然ガス輸入を完全にストップした。LNG ターミナルって何？ LNG は液化天然ガスのことだよ。ガスを液体にして運びやすくしたものだ。ターミナルはそれを受け入れる港みたいな施設だね。リトアニアはこれでロシアに頼らずに済むようになったんだ。すごいね。モルドバは同じようなことはできないの？いろんな試みがある。しかし、モルドバは少し特殊だ。国内政治のところで説明したが、この国にはトランスニストリア地域の問題がある。そうだったわね。今でもロシア軍が駐留している。トランスニストリアはロシアの支援を受けて、事実上独立状態だ。モルドバ政府のコントロールが及ばない。一方、ロシアの支援といっても、天然ガスの代金は支払わなくてはいけない。どういうこと？債務があるのさ。トランスニストリアはロシアへの支払いが滞ってる。どれくらい滞ってるの？推定で70億ドル以上の債務が溜まってるんだ。年々増えてるし、この債務が誰の責任なのかもはっきりしないままなんだぜ。70億ドル。すごい大金。そうか、そういう問題があるのね。トランスニストリアは事実上の独立状態。そしてロシアに対して重債務がある。身動きが取れないね。難しい問題だ。歴史的に、ロシアはトランスニストリアに資源を送ってきた。そしてトランスニストリアで作った電力や工業製品が、モルドバに流れてきた。今、この流れを懸命に変えようとしてるんだけどね。結局、ロシアへの債務はどこへ行くの？複雑だが、結果的に、モルドバ経済にのしかかってくるだろう。普通の対外債務よりずっと厄介だ。モルドバが簡単にヨーロッパ最貧国から抜け出せない理由が、分かってきたよ。トランスニストリアと貿易という話がもう一つあるんだ。EUBAM の推計によると、この地域はタバコとかの密輸の中継地になってて、モルドバ経済に年間数億ドルの損失を出してるんだぜ。
数億ドルってことは数百億円規模ってことだよね。密輸でそんなに損失が出るの？密輸というのは税金を支払わない。その分、密輸業者は儲かるが、ライバルの正規業者がじわじわと弱っていく。これが経済を蝕んでいくのが、密輸の怖さだぜ。昔、ミャンマーの動画を作ったけど、国の中に法律が効かないエリアがあるって、恐ろしいことなんだね。そうなんだ。アウトローなビジネスが広がると、正規の経済と税収が伸びなくなる。これが非効率で不安定な社会を作るから、いつまで経っても国民一人当たりで考えると、所得が上がってこないんだよ。モルドバの貿易にはそんなテーマもあったのね。貿易の話はこれくらいにして、次は戦争の話をしよう。未だ継続中のロシア・ウクライナ戦争だ。モルドバはウクライナの隣だものね。当然影響を受けているよね。ロシアがウクライナに全面侵攻してから、モルドバにすごい数の避難民が来たんだぜ。避難民？どのくらい来たの？ UNHCR のデータによると、ピーク時には100万人を超えるウクライナ避難民がモルドバに入ってきたんだ。多くは他の国に移ったんだけど、残った人や通過する人の支援で、モルドバ経済に大きな負担がかかったんだぜ。100万人も避難したんだね。モルドバの人口ってどのくらいだっけ？ 2022年のモルドバの人口は約260万人だよ。100万人ってことは、人口の 40% 近くが一時的に入ってきた計算になるんだぜ。40% 近くってすごいね。日本だと考えられないわよ。それって経済にどんな影響があったの？小さな国にそんな大人数が来ると、食料とか住む場所とかの支援が必要になるだろ。それで財政が圧迫されたんだ。それはそうよね。難民以外にも問題はあるの？モルドバはもともと、穀物とか農産物をウクライナからたくさん輸入していた。でも、戦争で黒海を通る物流が止まったり、エネルギー価格が上がったりして、モルドバの物価がぐんと上がったんだぜ。物価が上がるって、どのくらい？ 2022年から2023年にかけて、結構なインフレ状態に入った。モルドバ国家統計局によると、特に食品価格が上がって、パンの値段とかピーク時には 40% 近く跳ね上がったんだ。40% もパンが高くなったの。前にエジプトの動画でもやったけど、パンの値段が上がるって大変なことよね。その通りだ。今、日本もお米の値段が上がってざわついているが、一時的にでも主食の値段が 40% も上がったら、一気に不安になる。政府への信頼感が揺らいで、国全体に落ち着きがなくなる。戦争の影響って大きいね。すでに脆弱だったモルドバ経済に対し、いろんな負のショックを、この戦争は与えている。これから変化はありそう？ EU や IMF から支援は受けてるよ。でも、根本的な解決には大きな改革が必要になる。そこでテーマになるのが EU 加盟の可能性だ。ああ、やっぱりそこなのね。長く話してきたが、ブラックシー、黒海の周囲はずっと周辺勢力がぶつかっている。何世紀にもわたってだ。モルドバって EU に加盟することになりそうなの？順番に説明しよう。2022年6月、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、ウクライナと共に EU 加盟候補国としての地位が承認された。これはモルドバにとって歴史的な一歩だった。EU 側が前向きに検討しているんだ。でも EU への加盟には、いろんなハードルがあるんでしょう？モルドバはそこが山盛りなんだ。簡単じゃない。司法改革、汚職対策、経済成長、全部必要になる。そして何より、トランスニストリアの問題を前向きに進めていかないと、他の EU 諸国が納得しない。そうだよね。軍隊も、お金も、貿易も、トランスニストリアは全部関係しているものね。でも、モルドバの人たちは EU 加盟について、どう考えているの？ 2024年の10月に動きがあった。EU 加盟の是非を問う国民投票と大統領選挙が実施されたんだ。国民投票では、賛成が 50.16%、反対が 49.84%。僅差で EU 加盟賛成派が勝利した。ギリギリだね。大統領選も、決選投票までもつれた。しかし、EU 加盟を推進してきた現職の3部大統領が勝利宣言を行った。親ロシア派との一騎打ちになったが、EU 加盟推進派が勝っている。どっちも際どい。選挙においてロシア側が大金で有権者を買収したという疑惑があった。しかし真相は藪の中だ。でも、結果的には EU 加盟に向けて進んでいくのよね。その通り。ただ、加盟できたとしても、今から5年はかかると言われている。EU 加盟から貧困脱却を果たした国がたくさんあるけど、簡単じゃないよね。ここまで色々見てきたが、ヨーロッパ最貧国である理由は、国内にも国際関係にも両方あるんだ。しかし、個人的には隣国の戦争が、将来を考える良い転機になると考えている。小国でも生活の安定している国はいくらもあるからね。そうね。
今後の改革と国際関係に注目していましょう。さて、長くなってしまいましたが、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしければ、コメントをお書きいただけますでしょうか？最近、動画制作の間隔が空いていますが、今後も続けていきますので、どうかよろしくお願いいたします。